チェンバーボーン。アップデート6。水や丸太が枯渇した状態から問題なく発展を遂げることに成功した我らがビーバー。そして工場で怪我するビーバーを減らすためボット生産にも着手。ロボの力でさらなる繁栄を手に入れるぞー。だがボット工場を動かす動力はなーい。ダメじゃねえか。仕方ない、風車増やしますか。相変わらずの風車ゴリ押し。夜中にこっそり工場改修。ベストな配置にして効率を上げるのだ。ボット工場は完成したけど倉庫とかがまだ、触媒を保管するタンクを置くため周囲を整地中。はっはー。火薬の在庫も300超えて、底下げ作業もはかどっております。で干ばつが来たけどわずか16日。20日超えが連続してたから、この程度では不安は不要。ビーバー増えて無職も出てきたので運搬員の拠点を追加。余ったビーバーを放り込むのに便利な施設。バイオ燃料の製造が開始。ボット導入にまた一歩近づいてきた。工場の改修は大型倉庫の建設を開始。板を作る原料の丸太は板の倉庫の隣に、工場も近いからはかどりそうだ。干ばつ中に排水路に続く水門を拡張。ここちょいちょい手直ししてるな。この工事が終わった後は町での洪水はほぼなくなったよ。さいですか。はい、この辺りも爆破して平らにします。地道な工業区の改修工事。ここには歯車用の大きな倉庫と、保管庫狭いと保管場所なくて、工場止まってても気づきにくいんだよな。さて火薬の在庫も結構あるし、地下鉱山計画に着手しましょ。高さを確認してどこまで掘るのかまずは確認。とりあえず一気にガーッと爆破して、高さ揃えてトリプルダイナマイトや、作業手順適当だとあとめんどいからしっかりやれよ。はっはー。作業指示して1日程度で1回目の爆破、爆薬の在庫あるからあっという間に掘れそうだな。2軒目の生成所が完成しボットをブーストする触媒の生産を始めようとしてふと思い出す。そういや材料のメープルの植林忘れてたなと。安定のビーバー脳であった。育つまで時間かかりそう。ふと見たら人参の倉庫がいっぱいになりそうだったので、ここも大きな倉庫に建て替えましょ。でかい倉庫は邪魔だけど、いっぱい保管できないとなんかあった時困るもんな。さて歯車の倉庫が完成したので一気に建て替え開始じゃあ。少しでも効率良い工場に生まれ変わるのだ。こんな感じになりそうろー。縦向きだったのが横向きになっただけじゃねえか。倉庫に近くなったから効率上がったよ、多分。シャフトもついでに埋没型に改修。上向きの L 字シャフトが増えたことで、工場の真下から動力が伝えられるようになりました。てなわけでシャフトの上に製材所ドーン。綺麗に収まった。ボット組み立て所場所が気に入らず建て直し。せっかく完成してるのに謎のこだわりで破壊された。2階建てにしようかとも思ったけど、ボットの部品とかも倉庫欲しかったのでこんな感じにしました。これなら組み立て所からもそれなりにアクセスしやすいかな。いのー、ちの水。貯水量も増えて満水になるまで2日かかるようになりました。地下トンネル計画のためこの辺りまで爆破することにしたので、爆破後水漏れしないように工事。地道な工事が続きまーす。はっはっはー。山だった部分もがっつり削れてきたぜ。さてそろそろ地下遺跡のところも見える頃合いかな。お、隙間からちらっと見えてるな。そして流れ込む湖の水。遺跡水没。干ばつの時困るからここまで掘り下げなきゃ。だな。などとやってたらまた干ばつ16日。ハード難易度3が出れてるな。これなら今回も楽勝だぜ。清水弁もいい感じだし、多分何もしなくても大丈夫。やべ遠心分離器移設忘れてた。おい。山掘ってるのに生成物の在庫が切れそう。もちろんシャフトは上向きを使い埋没。見えてるシャフトもかっこいいが、道をまたぐシャフトは埋めた方が効率いいもんな。適当に建設してた製紙工場と製錬所もこっちに建て替え。地道な努力で生産力アップ。大規模工事したいから少しでも生産量上げとかないとね。さいですか。ここもシャフト埋没工事しよっと。ボット組み立て所、稼働することなく2度目の爆散。細かいこと気にしだすと色々作り直したくなるけん。バイオ燃料の原料の水とジャガイモを効率よく取り寄せるためにプチ回収している様子。遺跡の上にあった突出部をビーバーがはまらないように慎重に取り除いております。一旦取り除いてから再度防水フロアを張る予定。運搬員の拠点を一つ止めたりして、労働者になれるビーバーを確保。お、ついにこの時が来たか。ボット工場、稼働開始じゃあ。時間かかったがやっとボット生産の始まりだぜ。部品の在庫ができ次第組み立てましょ。
建設作業も一段落ついたのでビーバーの家をちょびっと増築。デザインは安定のシンメトリー。もっとビーバー増やせそうだったら中央にも家建てて繋げてもいいかもね。だな。貯水量を増やすため遺跡の周りをさらに爆薬設置。デスマウンテン、そのうち面影なくなるレベルに改造されそう。相変わらず重力バッテリーがスルスル下がってるのでこれも増設しましょ。風が吹かんとほんと減りが早いぜ。干ばつ明け祝いの葉っぱお祝いしたい気持ちもわからんでもないがちゃんと爆弾設置してから起動しろよ。下打ちすな。設置できてなかった部分には階段を作り対応しました。無駄工事させてすまんな、ビーバーたちよ。で家の増築も終わりビーバーが20匹ほど増加。そしてボットも一機完成。ふむふむこいつか、どこにいるんだろ。街の中心の近くの薄暗い場所に、怪しく光る目のロボありけり。ほんと可愛くないなこのロボ。でもボットは24時間働くし、怪我もしないからほんと便利なんよ。早速工場に送り込もうぜ。まずはボット部品工場の仕事場をボットに開放。ボットをボットに作らせさらなるボットをゲットだぜ。こりゃいかん、ビーバー20匹も怪我してんじゃん。怪我しやすい遠心分離器を慌ててボットの担当に変えた。医療ベッドを、立てまし。大量のベッド設置済みだけどさすがにこれはキャパオーバー。地味に面倒なシャフトの改修工事。なんか下の方にダイナマイトがちらり。重力バッテリー下はそのうち全部マップ一番下まで掘って、水路にする予定であります。完成したら緑地化に貢献してくれそうだな。科学ポイント4000も必要だけど鉱山を安路を置く。今建てても沈んでるから使えんぞ。防水フロアを張る高さとかチェックしたいので。なあある。また爆破手順間違えた。一番長い吊り橋をアンロックして上から投げ込む方式で解決。最初からこれで工事しときゃよかった。下手にケチると後で二度手間。干ばつが来たどー。ってまた16日かよ。この程度なら何もしなくても楽勝でござる。あ、でも重力バッテリーさんが陥落寸前だぞ。増設工事マニアはなんだか、仕方ない工場の稼働時間減らしましょ。ビーバーの労働時間が18時間から16時間に減った。とはいえボットたちは24時間稼働で、深夜バッテリーを充電してた動力は減ってるんだよね。まあそこは風車ゴリ押しで補うしかねえな。深く掘られた湖の水も第二角壁の方に流れるようになりました。この数サイクルで貯水量かなり増えてそうだ。ボットの数も着実に増えてきてるので、組み立てもやらせようと思ったら科学ポイント1万必要とな。ボット組み立ては崇高なるビーバーのお仕事。バッテリーシャンの HP が0に。追加のバッテリーが完成、でもスルスル下がってて草。ハード難易度は水車を動かせる期間短いし、エネルギー問題が難儀であります。はい、追加バッテリーも陥落。掘り下げてないからそもそも大して備蓄できてない。需要に供給も追いついてねえしな。しゃあない工場一部総量停止しましょ。負荷精錬所は原料のスクラップの在庫がねえな。最初の遺跡が完全に更地になりました。遠くの遺跡からスクラップ集めるのは大変なので、近くに保管用の置き場を確保。清掃員がここに運んで、運搬員が工場近くの置き場に運ぶスタイル。はっはー。バッテリー下底下げでちょびっと長持ち。ボットに職場を奪われ動力不足で工場が閉鎖された無職ビーバーたちのために、建設作業員の小屋を建設。作業員増員で建設作業が一気に加速しそうだ。植林したメープルが成長して、やっとシロップが採取できるようになりました。そしてそのメープルにかじりつくビーバー。骨見ない。こらやめたまえ、伐採範囲。おバカ。地下トンネル計画のためアクシオ用の堤防を撤去。次のアクシオ来るまでにはちゃんと対応しとけよ。あいよ。デコボコした部分ハッパー。そのうちここも絶壁になりそう。シェッシェ、シェッシェッシェー。増えた建設作業員に指示を出し、大量の爆薬の設置をさせる爆破ジャンキー。これくらいならあっという間に設置できるよ。でトンネル掘る手前に堤防を積み上げそのままトンネル掘ったら貯水全部ダバーしちまうもんな。いのー、ちの水。この程度の干ばつじゃびくともしない貯水量。灌漑に使う予定の重力バッテリーの溝もいい感じに掘れてきました。ものの数日で見事な絶壁。まあこれを今町の川に繋げちゃうとアクシオも流れ込んできちゃう。最終工事はまだ先かな。細かい調整必須。爆薬置き場も保管場所変更と。てなわけで小さい方の水源の工事も必要になるので長い橋を建設。アクシオをこっちの排水路に流さない工事を計画。
などとアクシオの対策しようとしたらその前にアクシオ警告ですよ。間が悪い。アクシオが来るどー。急いで堤防を建設だ。この辺の工事も汚染されると困るから急いでやらなきゃ。だな。ボットの数も順調に増えて製材や歯車はボットに入れ替わってきました。普通のビーバーは建設作業だ。科学ポイントが足りぬ。ボットの職場開放って結構ポイント使うんだよな。そしてアクシオ18日が襲来。期間はさほど長くないな。堤防工事も間に合ったので特に問題なーし。ではアクシオが来たところで、ビーバーたちが汚染されないようがっつり手前の山に爆薬を設置しつつ今回はここまで。ジャスティス・ビーバーさんの新曲とともに、今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。邪魔する病よ俺たちの夢を打ち砕く命の水は向こう側今日こそ全て変えてやる山を吹き飛ばせドカンと一発ポットもろとも天まで吹っ飛ばせ憎しみのパワー限界突破弱くだけ散れ俺たちの怒りを知れダイナマイト握りしめたらもう後には引けやしない奮闘のこの心にやっとし運命変えるその時まで山を吹き飛ばせドカンと一発ボトムもろとも天まで吹っ飛ばせ憎しみのパワー限界突破弱くなく散れ俺たちの怒りを知れただの知れ命の水解き放て山を吹き飛ばせトリプルボム音が導く革命の夜明け憎しみぶつけろ天まで届け新しい世界想像の